皆さんこんにちは、花です。今回は北海道の札幌と小樽というところに旅行に行ってきました。その時の様子をブログにしたので、ぜひ見てもらえると嬉しいです。皆さん、北海道って聞いたことはありますか？北海道は日本の北にある大きい島です。ここは夏は大自然を満喫できて、冬はスキーやスノボーが楽しめるとても人気の観光スポットです。今回は食べまくる、そんな旅行になったので、その様子を楽しんでもらえたらなと思います。今回は日本の LCC の飛行機ピーチに乗って北海道へ行ってきました。大阪から北海道は2時間ほどかかります。ピーチの飛行機なんですが、本当に狭いです。安いので何も文句はないのですが、狭いです。ということで、今回はピーチで北海道へ出発です。皆さんは飛行機に乗るときに窓の外を眺める方ですか？私は窓側ならずっと窓の外を眺めて景色を楽しみます。日本で飛行機に乗る際は、ぜひ窓の外を眺めてみてほしいです。いろんな山が連なっていたり、ドンと構える富士山が見えたりと楽しめるかなと思います。私は何度も10時間以上の飛行機に乗ったので、いつも動画をダウンロードしたり、Kindle で本をダウンロードしたりしています。ですが、今回の2時間ちょっとのフライトとなると、もう気づいたら目的地なんですよね。結局、ちょっと寝て起きたらもう着くという状態でした。そしてあっという間に北海道に到着しました。まず一発目、空港で食べたかったソフトクリームがありました。それをめがけて空港内をテク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 。ここはソフトクリームだけではなく、チーズケーキタルトも売ってありました。見てください。これが私が食べたかったソフトクリームです。これを食べて美味しいとは、このソフトクリームを表現するための言葉だったんだと思いました。なので皆さんも北海道に行ったら絶対食べてみてほしいです。では札幌駅に到着です。そんなこんなで、まずは今回の滞在先へ行きました。お部屋が広くてスペースも十分にあるし、洗面台が2つあるし、シャワーもトイレも別だし、もう完璧です。キッチンもあって炊飯器もあることにびっくりしました。うわ、ここに1ヶ月ぐらい滞在したいなって本気で思いました。窓から見える風景はこんな感じです。ビルがたくさん建っているなという感じです。ということで一発目の観光地に到着です。藻岩山という山の山頂までロープウェイとケーブルカーを使って行くことができます。それで山頂まで行って夜景を楽しもうというプランでチケットを買って山頂まで行きました。ですが、今夜景見えてますよね。これがだんだん怪しい。嘘やん。マジ？途中ケーブルカーに乗り換えて山頂を目指します。で、これが山頂です。伝わりますか？山頂の霧がすごすぎて、もう本当にマジで何も見えなかったです。夜景が見えないどころではなく、山頂でも迷子になるんじゃないかってぐらい霧がすごかったです。何か記念に残さないとと思って、綺麗に光っていたライトを撮りました。綺麗な景色ではなく地面のライト。そんな時もありますよね。そしてこの時の山頂の気温が13度でした。寒すぎて山頂の滞在は2分で終了しました。で、また山頂から降りてくるとだんだん景色が見えてきました。ここで見えてるからいいじゃんということで、そういう日もあるよねという感じで、次は夜ご飯を食べに向かいます。トリトンという北海道で有名なお寿司屋さんに行きました。厨房が真ん中にあって、それを囲うように席が配置されていました。なので実際にお寿司を握ってくれて、
席まで持ってきてくれます。本当に美味しいお寿司を食べたかったら、普通はそれなりの値段がします。ですがここは値段は比較的良心的なのに、見たことないぐらいネタが大きくて本当に美味しかったです。空港で食べたアイスもそうだし、ここのお寿司を食べて、北海道に来てよかったと心から思いました。お腹がはち切れそうになったところで、今日はおやすみなさい。今日は小樽に行きます。小樽は札幌から電車で1時間ほど行ったところにある町です。1時間ほど電車に揺られて小樽に到着しました。まずは行きたかったカフェに向かってテクテク歩いています。そろそろ建物が見えてきました。この動画の奥にある建物が私の行きたかったカフェです。ルタオというお店です。1階はお土産屋さんになっていて、2階がカフェです。今回私はモンブランを注文しました。こうやって機械から栗のクリームが出てきて、最後に上に栗を乗せて完成です。クリームが本当に栗の味がしてめっちゃ濃厚でとっても美味しかったです。このモンブランが私の朝ごはんでした。いつ何をどれだけ食べても罪悪感がないのが旅行のいいところだなと思います。カフェの下1階はお土産物屋さんになっていて、本当にたくさんのいろんなクッキーとかお菓子が売ってあります。で、見てください。このいろんな、食品サンプルのアート。これがめっちゃ可愛くて、本当にずっと眺めていられます。ケーキも売っていて、このチーズケーキが有名なんですが、このチーズケーキの試食もできます。なので本当に試食だけでお腹いっぱいになるんじゃないかってぐらい、いろんなクッキーやお菓子を試食できます。では次はルタオの近くにあるオルゴール屋さんに行ってみました。本当にたくさんのオルゴールが売られていたり展示されていたりします。たまたま入った瞬間がオルゴールの生演奏中でした。なので少しオルゴールの演奏を聞いてみました。オルゴールの演奏を生で聞くのは初めてだった気がします。なのですごくいい体験になったなと思います。昔アメリカだったりいろんな国で使われていたオルゴールなどがたくさん展示されています。なのでこういう古いアンティークの楽器とかオルゴールが好きな方にはもう天国なんじゃないかなって思います。で、私が行ったのは2号館、別館だったんですけど、近くに本館、もう少し大きい場所もあります。で、ここにオルゴールを実際に体験できる椅子がありました。そこに座ってみると本当に中から大音量でめっちゃ心地よいようにオルゴールが響いてきます。日本の有名な曲がオルゴールになって売られています。この曲本当に大好きみたいな曲があれば、そのオルゴールを買ってみるのもいいのかなと思います。またテクテクお散歩です。じゃあまたすぐ近くに私の大好きなお菓子が売ってある場所がありました。六花亭というんですが、ここのバターサンドがとても有名で、私も本当に大好きです。なのでやっぱり素通りはできずにお店に入ることにしました。バターサンド以外にも本当にたくさんのお菓子が売っているので、皆さんもぜひ何か一つ食べてみてほしいです。で、迷ってどれ食べたらいいかわからないっていう方はもうぜひぜひマルセイバターサンドを食べてみてください。中にレーズンが入っていて、私はレーズンが大好きなので、もう本当に最高の一品です。こんなにたくさん売られてるんだってぐらい箱が大量に山積みされていました。では次、歩いていると盆栽のお店を発見しました。ここにあるのはドライ盆栽です。乾燥した盆栽になります。ドライ盆栽のいいところは、水やりをしたり、何かお世話をするっていうことをしなくていいので、誰でも簡単にその盆栽をお家に飾ったり、盆栽をね、取り入れることができます。そしてこれらの盆栽は大量生産することができないので、
とても貴重な価値のあるものになります。なのでめちゃめちゃ綺麗で美しくていいなと思って買おうか迷ったんですけど、迷ってどうしようってなって、結局私は買わなかったです。なんですけど、本当に小さいもの、机のちょっと端っこに置いとくとか、そうやって小さいものを買って飾ることもできるので、めっちゃいいなと思いました。なので盆栽とかこういうのに興味があるけど、ドライではないもの、いろいろ自分で世話をしないといけないものはちょっとハードルが高いと思ってる方がいたら、このドライ盆栽を買ってみることをおすすめします。で、次は有名な運河があるんですが、そこに向かってまた歩いていきます。で、この運河が有名な場所です。もともとはたくさんの倉庫があったんですが、それは今はレストランになっていたり、何か他のものになっています。奥から、ボート、小さな船がやってきます。こうやって、船に乗って運河を楽しむこともできます。では運河を少し散歩していきました。この時の気温は暑すぎず寒すぎずで、本当にちょうどよくて気持ちよくて、とってもいい日でした。こんな感じでボートが、行き来したり、ボートに乗ってツアーを楽しんでいる方もいらっしゃいます。小樽って調べると、絶対にこの運河の写真が出てくるかなと思います。何かあるっていうわけではないですが、観光スポットになっています。ではまた歩いて小樽を散歩します。ここはまたルタオですね。ルタオの店舗は本当に多いです。でも場所によって違う商品が売られているので、各店舗に行っていろんなデザートを楽しむことができます。では次、お昼ご飯を食べようと思ってレストランに来ました。ここはスープカレーのお店です。北海道ではスープカレーがとても有名で、北海道に行ったら食べるものべきリスト、それにスープカレーは絶対に入っていると思います。なので私もスープカレーが食べたくてこのお店に来ました。で、これが私の注文したスープカレーです。スープカレーはチキンが入っていて、あとは野菜がたくさん入っているので、カロリーは低くないけど、ちょっとは健康そうに見えそうな食べ物です。で、これは本当に美味しかったです。なのでめっちゃおすすめです。またお昼ご飯を食べた後はいろんな小樽の街を散歩しました。じゃあこのように、歴史的建造物って書かれた建物があります。そして次はステンドグラス美術館にやってきました。ここでは動画の撮影ができなかったので、少しの間写真でお送りします。このステンドグラスは実際にイギリスの教会で使われていたものになります。100年ほど前まで使われていて、それが日本にやってきて、今こうやって美術館に飾られています。9年ほど前、イギリスでは教会を取り壊したり、キリスト教離れが進んで、そういうステンドグラスとかももう取り壊してしまうっていうことが起きていたみたいです。これらの作品は破壊を免れ、時代の流れを経て日本へやってきました。日本では大きい教会があってステンドグラスがあってという場所が本当に少ないので、実際に教会で使われていたステンドグラスが見れるっていうのはとっても貴重だなと思います。どうやって作っているかなどの工程も、勉強できるのでとってもいいなと思いました。なのでここはおすすめです。小樽は他にもたくさん観光スポット、おすすめスポットがあるんですが、私は今日はこれで終わりです。また札幌に向けて電車で帰っていきます。では小樽から札幌駅に帰ってきて、またこの後は札幌市内を少しだけ観光しようかなと思います。でなんですけど、見てください。札幌市に着いた瞬間にマスコットキャラクターがいました。で、そのマスコットキャラクターが帰る途中だったんですが、歩いて帰るわけでもなく、何か車に乗せられて移動するでもなく、台車に乗せられて移動していました。あ、そうやるんやっていうちょっと衝撃がすごくて、あとは本当に面白かったです。
で、ここで皆さんに一つ問題なんですが、今見えてる信号わかりますか？奥に見えてる信号なんですけど、北海道にあるほとんどの信号、または全ての信号が縦向きだと思います。普通は横に設置されているんですが、北海道の信号は縦に設置されています。これなぜだかわかりますか？正解は雪がたくさん降るためです。雪が積もって信号がね、重さで耐えられなくなる。そういったのを防ぐために、信号はすべて縦に設置されています。そして次到着したのが札幌の時計台です。なぜかわかんないんですけど、私は時計台はなんか一つの時計が道端にあるだけだと思っていました。こういう建物があるとは知りませんでした。なんですけど来てみたら、すごいめっちゃ立派な建物なんだけどっていうのでびっくりしました。そして中に入って見学することもできますが、私が行った時にはすでに遅くてもう閉まっていました。なので、もし中も見学したいっていう人は、ちゃんとね、時間を調べていくことをお勧めします。私は本当に何も調べずに、ただ時計があるってだけだと思っていたので、その時計を見に行こうぐらいのテンションで行ったら、すごいなんか建物あってめっちゃ歴史的なものやんっていうのでびっくりしました。その次はまた少し歩いて札幌にある札幌タワーテレビ塔を見に行きました。これは上に登ることもできるんですが、私は一回登ったことがあるので、今回はまあいっかと思って下からこのテレビ塔の景色を眺めておきました。次はすすきのというエリアに行きました。向かっていると路面電車が走っていて、なんかすごいノスタルジックなレトロな感じ、そういう雰囲気を感じました。で、すすきのというエリアはたくさん居酒屋があったりお店があったり、夜がとても栄えているいろんなお店がある場所になります。なのでもし札幌でいろいろね、飲みに行きたいとかバーに行きたいとかそういうのがあったら、すすきのというエリアに行ってみると何かしらはあると思います。そして夜ご飯はラーメンです。札幌では味噌ラーメンが有名です。そのラーメンが食べたくて、キフというラーメン屋さんに来ました。ここは本当に小さくて、カウンターで10席ぐらいしかない小さいお店になります。でもラーメン屋さんだと本当に小さいこういうお店が多いかなと思います。なので目の前が厨房で、そこでラーメンを作ってくれています。いろんなサインとかもあったので、有名人とかも来ているお店なのかなと思います。で、これが私が注文したラーメンです。もうね、めっちゃ美味しかったです。結構こってりでカロリーは高めで、味も濃いラーメンなんですけど、めちゃめちゃ美味しかったので、皆さんにもぜひ食べてみてほしいです。そしてその後は夜のすすきのの街を散歩しに行きました。皆さんこの風景、この写真を一度は見たことあるかなと思います。もし札幌に行きたいとか北海道に行きたいと思って調べたことがある方は、看板を見たことあるのではないかなと思います。ここは本当にただの交差点でお店のいろんな看板があるだけなんですけど、この日課の広告がとっても有名で、ここで写真を撮っている方が本当にたくさんいました。なので私も一応と思って撮っておきました。そして今日はまだまだ終わりません。まだもう一食食べないとねっていうことで、夜のパフェを食べに来ました。札幌では夜パフェ、締めパフェ、夜ご飯を食べ終わった後に食べるパフェが有名です。なのでその夜にだけ営業しているパフェのお店がたくさんあります。なので私も絶対に食べないと思って、夜のパフェを食べに来ました。私が頼んだのはいちごパフェです。値段は決して安いわけではないんですが、見た目も豪華で味も本当に美味しくて高級な味がしました。本当に美味しかったので皆さんにもおすすめしたいです。パフェを食べてお腹いっぱいになったので、ここで2日目終了です。3日目、何から始まるかというと、もちろん食べ物です。この時は少し時間が遅かったので、朝ごはん
ブランチぐらいの時間でした。で、私が向かった先はジンギスカンのお店です。今回は平塚ジンギスカンというお店に来ました。ジンギスカンというのは羊の肉です。羊のお肉を食べます。日本どこでもジンギスカンを食べるというわけではなくて、特に北海道で有名です。ということで、今日のお昼はジンギスカンです。オープンと同時に行ったので、人がほとんどいませんでした。今回はお昼のランチセットのジンギスカンを注文しました。バーベキューのように鉄板が目の前にあって、そこでお肉を焼いていきます。ジンギスカンは確かに少し癖がある、好き嫌いは分かれるだろうなっていうお肉なんですが、とても美味しかったです。私はおすすめします。ジンギスカンを食べた後は少し口をリフレッシュするためにコーヒーを買いに行きます。ジンギスカンのお店のすぐ近くにコーヒー屋さんがあったので、そこでコーヒーをゲットしました。ここのラテがとっても美味しかったです。ここは牛乳にとてもこだわっていて、カフェラテがとても有名みたいで、それを注文しました。コーヒーを飲んだ後は、白い恋人パークというところに行きました。白い恋人というのはお菓子です。北海道のお菓子としてとっても有名なものです。そしてその会社が本当にテーマパークみたいな、そういう場所を作ったんですよ。そこに遊びに行きました。こんな感じで本当にテーマパークのような場所です。建物もね、日本にはあまりないような、すごいちょっとヨーロッパ風のアメリカ風のそういう建物です。白い恋人パーク到着です。記念撮影がここでできるみたいです。で、まずはチケットを買って、この建物内を見学していきます。チケットを買うと1人1枚白い恋人お菓子がもらえます。これもめっちゃ嬉しいです。私はこれがとっても好きなので、このパークに遊びに来るだけでもらえるんだったら最高じゃんっていう感じです。で、私はもっとなんかシンプルなものかなって思っていたんですが、パークの建物内は本当に手が込んだとっても作り込まれた場所だったので、そこにびっくりしました。ちゃんと本当にテーマパークじゃんって思いました。全然ね、ただの工場みたいな感じで予想していたのでびっくりしました。中に入ると、お菓子がどう作られているかとかお菓子の説明だけではなくて、まずはチョコレートのそういう歴史が学べる映像が流れていたり、歴史的にどうやってチョコレートが作り出されたか、どんな方がどんな熱意を持って美味しいチョコレートを開発したかみたいなところまで、本当に詳しい歴史を学ぶことができます。なので、チョコレート好きにはとっても嬉しい、楽しい、勉強になる、そういう場所だなと思いました。スタッフの人が講演会みたいな感じで本当に楽しく大人でも子供でも楽しめるようなストーリーを見ることができます。そしてクイズなどもあって楽しみながら学べるそういう体験型の場所でした。で、ここもおすすめポイント一つなんですけど、そういうクイズなんですが、日本語とか英語、あとは中国語での訳もついていたと思います。なので、どうせ英語表記とかないから何も分かれへんわって思わなくて大丈夫です。ちゃんと英語でも書いていたので、日本語が分からなくても楽しめると思います。その次は工場見学ができます。実際にお菓子を作っているところを見学できます。こんな感じで本当に実際に製造している工場です。そこを上から眺めることができます。今日何個お菓子が作られているかっていうのをここで見れます。ここはバームクーヘンを作っています。バームクーヘンってこうやって本当に手作業で作られているんだなっていうことがわかります。そしてこちら側に来ると、バームクーヘンを一つずつ手作業で箱に詰めていっていたり、本当に細かい作業を見れるのでめっちゃ面白かったです。私の大好きな白い恋人のクッキーが奥で焼かれていて、完成するまでをここで楽しむことができます。
こういう工場見学って私結構いつまでもずっと見ておける、そういう場所になるので、めっちゃ楽しかったです。皆さんもね、普段好きなお菓子などあると思いますが、その製造過程をこうやってね、実際に見ることができる機会ってほとんどないかと思うので、北海道に来た際は、ぜひこのお菓子を食べて、工場見学とかしてみるのもめちゃめちゃいいかなと思います。外から見るとわかるんですが、建物はイギリスのチェスターという街がモデルになっているみたいです。行ったことがある方はわかるかもしれませんが、本当にそのまま再現されているなと思いました。日本にいながら違う雰囲気を楽しむことができるのが、この白い恋人パークのいいところだなと思います。続いては、札幌ビール園、ビール博物館に行きました。そしてなんとこの札幌ビールの博物館もいろいろ工事中で、建物を見て写真を撮るっていうことができなかったです。すべて工事中で、このグレーの布で覆われていました。札幌ビール園には無料で見れるエリアと、あとはお金を払う有料のエリアがあります。有料のエリアだと博物館のツアーを体験することができます。でもこれは予約でいっぱいなので、前もって予約する必要があったみたいです。私は最後まで行くか迷っていたので予約はしていませんでした。なので有料の部分は見ることができなかったですが、無料の部分だけでもいろんな歴史を学べるので楽しく過ごせると思います。あとはもちろんここで札幌ビールが売ってあって、札幌ビールの飲み比べができます。ビールを買うまでにめちゃめちゃ並びました。でも並んで飲む価値があるぐらい美味しくて飲み比べも楽しかったです。そしてその後は夜ご飯です。ここも行きたかったお店です。そしてここの名物がこのイクラを大量にかけるっていうパフォーマンスです。これをやってくださってる間に店員さんがものすごい声量で盛り上げてくれていて、一種のパフォーマンスを見ているようでした。そして私はイクラが大好きなので、こんなにたくさんのイクラを一気に食べれるなんてもう本当に天国でした。3日目はここで終わりです。4日目は観光は何もせずに、もう朝のフライトでお家に帰りました。なので帰る前にお土産を購入します。で、私はこのチョコレートのケーキと、あとはもちろんマルセイバターサンドと白い恋人も買いました。で、北海道はこのメロンが有名です。なのでこのメロンを買っていく人も多いのではないかなと思います。あとはこのチョコレート。めっちゃ美味しいので皆さんぜひ買って食べてみてください。他にも本当にたくさんいろんなお土産が売ってあるので、皆さんも好きなもの一つは見つかるかなと思います。今回の北海道旅はここまでになります。最後まで見てくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。